拾ってたり投げたりしてる動作の時は打たずに。この状態であれば、はい、これで 100% ですね。はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はロックエレメンタルのトラップになっております。一応ご紹介としては2タイプご紹介させていただきます。おそらく皆さんご存知かもしれないんですが、一番安定的なですね、トラップと、もう一つが、さらにコストダウンした形のトラップになっております。こちらもシンプルに場所を選ばず作れるところと、コストも安く済むっていうところもあるので、安定的に置けるか、その都度で設置していくかによって使い分けていただければと思います。では、本編どうぞ。では、まず、一番有名な安定的なものですね。おすすめのトラップご紹介していきます。必要素材はこちら。はい。こちらは、かなり有名なので、皆さんご存知かもしれないんですが、改めまして、作り方、あと、大砲の距離感とかですね、含めてご紹介させていただきます。では、早速作っていきますね。はい。では、作っていきます。今向いている方向にロックエレメンタルがいるとして、三角土台を反対向いて、一つ。で、本来は回収しながらになるんで、そのまま別で作ってもらっていいんですが、今回ちょっとわかりやすいように回収するやつは木で置きますね。背中にロックエレメンタル側ですね。で、1個置いて、その両端に置く。で、次に、回収しないパターン、置くパターンですね。をそれぞれ置く状態です。この両側のやつの、この側ですね。に、両扉枠を3つずつ。実際作るとかはここ木でなくても、鉄で回収しながら設置してもらっても全然いいんでね。三角リーフを、こうですね。で、こっちにも。で、恐竜乗りながらでも、作ってもらったらと思います。こうですね。で、ここがポイントで、向きとして、両サイドですね。こっち側の向きが正解。先が下向きですね。これが正解。こう置くと間違いです。内側に入っちゃってる。三角の先が下向いてないとダメな。この二等辺三角形ね。下向いてるのが正解。これ間違えるとちょっとはまらなかったりするので、うまくいくときはいくと思うんですけど。で、ここに天井、何でもいいんで天井を置いて、天井置かないとここに壁が置けないので、壁を置いて、これはもう回収でいいです。ロックエレメンタル側はこれで OK です。この設置もちょっと多分乗らないとダメなんで、恐竜とかで乗っていただいてですか。大砲置く位置なんですけど、一応わかりやすくいくと、この状態で、一応高さのもろもろはあると思うんですけど、このために土台上げするのもちょっとあれなんで、なんと。だいたいここから土台4台分です。で、ここ1個入れたら、ここに3つ置けばいいです。で、大砲をこの土台の手前を端っこに置いてもらったらいいです。で、角度は、一番わかりやすくいくと、大砲を一番上まで上げると、これ以上上がらないよってなります。この状態から1個下げてもらう。これがいい角度になってるはず。段差あるから微妙ですけど、一回これでやってみましょう。普段はこれ回収しながらでいい。先に大砲の位置も決めちゃってからでもいいです。大体でもいいですし、しっかり測りたい人は、坂などだったら土台から作っちゃってもいいですし、土台下げの方が楽なんで。で、三角土台だったらある程度対応できるんで。で、完成としてはこの形が完成ですね。こんな感じ。注意点はこの三角リーフの向きですね。
どっち向いてるかをご注意ください。では、実際試してみますね。で、誘い込んで、はまった。じゃあ、あとは打つだけなんですけど、高さがちょっと平らじゃなかったんで、一段下げて。多分こっちのトラップは何も考えずに、打ってしまっても、問題なく、いけると思うんで、はい、100% ですね。ちょっと段差があると角度変えないといけないですけど、だいたい同じ、この土台の長さをそのまま伸ばせる高さ同じであれば、一番上から1個下げで、この距離感で与えれます。あとだいたい何も考えずに打っていただければ、基本的には大丈夫です。一回はまれば。多少微調整いりますけど、最後のものだけ、までに調整できればいいので、大砲大体でいいっちゃ大体でいいんですけど、以上ですね。以上がタイプ1ですね、のトラップになっております。結構有名なので、ご存知の方多いかとは思うんですが、こっちだと、ほぼ一回ハマれば、あんまり何も考えずに、打ってるだけっていう感はあるんで、安定的ではあると思います。はい、いいトラップだと思います。距離感としては、ここですね。一応、今回ちょっと段差が完全に違ったので、一段下でしたけど、この三角と同じ高さで土台が伸ばせるんであれば、一番上から1個下、この端っこの部分ですね。から4段、土台4段分ぐらい。正確に測りたい人は、さっきみたいに三角土台置いて、ここにもう一段、こっち側に三角土台置いて、で、そこから3つ土台伸ばしていただければ、ちょうどいい距離になる。この土台の、約真ん中ぐらいですね。大砲の端っこが、手前側の端っこに来るように、ここですね。ぐらいの高さで、一番上で、1個下ぐらいで、ちょうどいいです。で、ちょっとこういう風に坂で土台が高くなっている場合は、1個落として打つみたいな感じですね。一回決まってしまえば、あとずっと打ってるだけなんで、問題ないです。こんな感じですね。はい。では、こちらがタイプ1のトラップでした。はい。では、続いて、タイプ2のトラップですね。まず、必要素材はこちら。一応使ったタイプの、トラップになってますね。では、早速作っていきましょう。で、基本的にそんなに、段差気にしなくても、作れるタイプではあるので、大砲のちょっと高さだけ問題はあるんですけど、で先にちょっと土台を置いちゃいますね。大砲の置く位置っていうことです。土台ここに4つ置いた状態で、この端っこの下側ですね。上と下とあるんでね。端っこついたところに1個置きます。次に先に形作っちゃうんで、ここ1本だけでも実はいけたりするんですけど、割と横にずれちゃう場合があるんで、ここに1個斜めに設置して、ここも大体適当でいいっちゃ適当でいいんですけど、一応念のため、ちゃんとスナップするところで設置。はい。2個。で、ここは回収でいいです。同じ形で左右。で、ここは回収でいいです。この状態ですね。これ一応
横に来ないためだけなので、1マス横のこの字でも、まあ、問題はないです。サイドの部分は適当でも、まあ、とりあえず外れてこなければ大丈夫なので、最悪スナップしなくても、だいたい入ってこないように抑えれば大丈夫です。この辺は、臨機応変に対応できるようになって、横の高さは2段で大丈夫です。サイドはまあ、なくてもいけなくはないとは思います。あった方がいいと思います。こっちに入ってこないように。押さえがないんで。ここに関しては、まず、これ1個目として、1、2、3。これ4段目なんですね。下から1、2、3、4。で、そこに、両扉枠。で、置いてから、三角リーフを下向き。この角度。で、その上に支柱を、2個。1個でもいけるかもしんないですけど、2個あった方が安全です。なんで、4段で屋根があって、2段上に支柱がある状態ね。で、こことかはヘイト取っちゃうんで、なくていいんですけど、で、大砲の位置としては、これも、ちゃんとまっすぐ置きたい人は、はしご使ってください。この状態ですね。で、この状態で、一番上の1個下ですね。一応最初の位置から行くと5段上を狙う、5回上を狙うを選んでもらったら、この角度になります。6個目がマックスなんで、その1個下ですね。なんで、形としては、この状態。こう1マス空いて2段高さの支柱が2つ。両サイドですね。で、ハの字でもこの字でもどっちでもいいです。で、土台のところから支柱が4段伸びて、両扉枠。で、三角リーフがこの形。1個ですね。で、支柱が2つ立ってる状態。コストは万全にこっちの方が安く済むと思います。で、一応注意点がこっちの場合あるので、早速試していきましょう。ちなみにこれ土台壊しといてくださいね。わかりやすく土台貼ったまんまですけど。攻撃してくるんで。はい。これはまってる状態です。で、この状態で、弾がなかった。撃ちます。撃ちます。で、注意点なんですけど、タイプ1の方は、気にせず打ってもらっていいんですけど、こっちに関しては、まあ、いろいろコストダウンしてる分ですね、動いてないとき、この状態、ね。この何もしてないときですね。に攻撃してください。石拾ってるときとかに攻撃しちゃうと、当たっちゃうんで。拾ってたり投げたりしてる動作の時は打たずに。この状態であれば、はい、これで 100% ですね。はい、こちらがタイプ2でした。こちらも 100% 取れますし、支柱なんで結構設置する場所自由聞くので、大砲の位置だけ、まあ、平らな方がこの設置できますけど、まあ、大砲の位置は大体でいっちゃいいんで、そこ気にしなければ、だいぶどこでも作れるし、コストも安く済むっていうこの状態ですね。で、普通はこの藁で土台張ってるところですね、大砲置いてるところ以外は回収しちゃってください。さっきみたいに攻撃してくるんで、土台攻撃入っちゃうんでね。なので、今回はわかりやすく土台張ったままやりましたけど、土台は回収してください。でこの形でいけばできます。ただ、動いてる時ですね。石拾ってる時とかに攻撃しちゃうと当たっちゃうんで、そこだけご注意ください。以上がタイプ2でございました。はい。では、簡単にまとめると、まず、タイプ1の方ですね。こちらが三角土台が2つ。で、この木の部分は回収してもらったらいいです。で、ここの距離感としては3つですね。土台。
まあ、ここ2個入ってるんで、距離感としてはだいたい土台4つ分の、ね。正確にはちょっと違いますけど、この三角の幅は。まあ、基本的には端っこから4段だと思っといてもらったらいいと思います。であれば、一番、大砲の一番上から1個下、初期位置から行くと5段上に上げた状態で、だいたいいい感じの高さになり、どっちもですね。扉枠を3つずつ、ここのリーフの向きを、二等辺三角形の頂点が下向きの状態です。この状態ですね。を両側に置く。で、そのままだと壁が置けないので、天井を張って壁を張る感じですね。ここに一回天井を張ってから壁を張るっていう形で。で、ここの部分は抜いてもらうという感じですね。で、タイプ2に関しては、まあ土台の部分は一緒です。まあ土台から貼っても、こっちから貼ってもいいんですけど、で、ここに土台貼って、このスレスレのところに支柱1個置いて、両サイド1ブロック開けて、支柱ですね。わかりやすくちょっとこれ置いて、まあ、回収しながらですね。で、2段。で、ここは別に今、ハの字に貼ってますけど、この字でもいいです。はまれば。でこの字で貼る場合は、まあ、横に1個貼って、で、2個ぐらい、1個、2個、3個目ぐらいを2段高さすればはまります。2個でもいけるかな。3個まで伸ばせば、まあ、ほぼほぼ抜け出したり、まあ、中でうろちょろしますけど、抜け出したりとかは特にないと思います。まあ、ハの字でいいと思います。高さ、ここは2段で、ここが4段高さ引いてから、両扉枠引いて、この三角リーフですね。下向きの三角。で、その上に、支柱を2本立ててます。支柱の重なりがね、ぴったし上に行かないんで2本必要になってくるんですけど、この形ですね。で、こっちのタイプに関してはシンプルだし、まあ、最悪横なくてもはまるんですけど、まあ、横からはめるときに、最初はめるときに抜けてきたりするんで、それ用のハの字です。上の部分に関して注意点としては、囲ってるところが小さいので、普通に立ってるときはいいんですけど、石拾ったりとかしてるときに攻撃するとダメージ入ります。ここがこのタイプ1との違いですね。ここは結構安定して普通に打ち続けても全然当たらないんですが、こっちに関しては一応ちゃんと立っている時を目安に狙っていただく必要があるんで、そこだけ、ご注意ください。では、いかがでしたでしょうか？ロックエレメンタルのトラップですね。の2種類ご紹介でございました。安定感としてはやっぱりタイプ1の方がですね、まあ、完成されている面もあって安定的ではあります。で、ずっと設置しておくなら、まあ、こっちの方がいいと思います。場所を割とその時だけ作るとかであれば、コスト的な面も含めて、タイプ2の方がいいと思います。一応、真ん中の立ててる支柱6本のやつだけでもできます。まあ、大砲はいりますけど、もちろん、土台と。横のハの字は最初はめるときに横に反れないようにしてるだけなので、基本的には真ん中の6本だけで足ります。なので、極力もコスト、まあ、大してかかってないですけど、支柱4本分なしにすること自体もできるっちゃできます。まあ、状況に合わせて、していただければと思います。では、以上となります。また、こういった形でトラップのご紹介もしておりますが、こういったトラップ知りたいよっていう方、まあもちろん研究して、出したりとかも、時間かかる場合ももちろんあるんですけど、ご要望いただければ、極力、トラップ以外でもですね、ご質問いただければ、分かっていることであれば、そのまま、ご回答、動画化させていただきます。ちょっと時間かかる場合もありますけど、内容によって、させていただきますし、わからない場合も、調べてですね、ご回答できるようにさせていただきますので、お気軽にコメントいただければと思います。またちょっと本編の方も進めていかないといけないので、あれなんですけど、楽しみにしていただければと思います。一応、まだもうちょっとですね、トラップのご紹介した上で、また本編に戻ろうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、ためになったりとかしたなっていうのであれば、チャンネル登録、あと高評価ですね。よろしくお願いいたします。亀ちゃん、撮影中だから、っていう感じですね。
はい。では、本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。